皆さんこんにちは。金子です。今日はドイツ人の彼氏についてお話しします。私の彼氏はドイツ人で、名前はマクスです。マクスは28歳で、ベルリンの近くで生まれました。今は日本に住んでいて、外国語の先生をしています。彼はとても優しくて、真面目で、そして面白い人です。私にとってとても大切な存在です。マクスは背が高く、約180センチメートルあります。体は細くて引き締まっています。毎朝ジョギングをしたり、ジムで筋トレをしたりして健康に気をつけています。髪は金髪で、目は澄んだ青色です。初めて会った時、その目がとても綺麗ですぐに惹かれました。笑った時の表情がとても柔らかくて、私はその笑顔を見るたびに心が温かくなります。私たちは3年前に知り合いました。きっかけは友人の紹介でした。最初は英語で話していましたが、マクスは日本語を勉強していたので、少しずつ日本語で会話をするようになりました。私もドイツ語を少し習い始めて、お互いの言葉を教え合いました。そのおかげで、今では簡単なドイツ語の会話もできるようになりました。私たちは一緒にいるとき、いろいろなことをします。マクスは日本の文化が大好きで、特に伝統的な行事や祭りに興味を持っています。夏には浴衣を着て花火大会に行きました。大きな花火が夜空に咲いてとても綺麗でした。たこ焼きやかき氷を食べながら手をつないで歩いた時間は私の宝物です。冬には京都へ旅行しました。金閣寺や清水寺を見て古い街並みを散歩しました。寒い日でしたが、一緒に熱いお茶を飲んだり、温泉に入ったりして、とても心が温まりました。旅先では、マクスはたくさん写真を撮ります。写真が趣味で、毎回新しいカメラを試しています。私たちは食べることも大好きです。マクスは寿司やラーメン、天ぷらが好きで、よく一緒に食べに行きます。最近は和菓子にも興味があって、抹茶のスイーツをよく買います。日本の食べ物は本当に美味しいねといつも言っています。私もドイツのパンやソーセージを教えてもらい、時々一緒に家で料理を作ります。
マクスは料理が上手で、キッチンに立つ姿もかっこいいです。平日はお互い仕事が忙しいですが、夜に LINE でメッセージを送り合います。時にはビデオ通話もして、今日あったことを話します。マクスはいつも私の話をよく聞いてくれます。落ち込んだ時や疲れている時も優しい言葉で励ましてくれます。その度にこの人に出会えて本当に良かったと思います。休日はカフェに行ってコーヒーを飲んだり、公園を散歩したりします。マクスは走るのが好きなので、一緒にランニングをすることも増えました。旅行も私たちの大切な時間です。去年は北海道に行きました。雪がたくさん降っていて、真っ白な景色がとても綺麗でした。スキーをしたり、温泉に入ったりして、二人でゆっくり過ごしました。マクスは自然が好きなので、いつも次はどこに行こうかと計画を立てています。今年は沖縄に行きたいと思っています。私たちの関係は最初から順調だったわけではありません。お互いの文化や考え方の違いで、時々すれ違うこともありました。でも何度も話し合って、お互いの気持ちを大切にしてきました。今では違いも含めて尊重し合えるようになりました。それがとても嬉しいです。将来のことも少しずつ話しています。マクスはこれからもずっと一緒にいたいと言ってくれます。私も同じ気持ちです。結婚のことや住む場所のことなど、まだ決めていないことも多いです。でも、二人でゆっくり考えていこうと思います。マクスと出会って、私の世界は広がりました。新しい言葉、新しい文化、新しい価値観を知ることができました。そして何よりも一緒にいる幸せを学びました。これからもたくさんの思い出を作り、支え合っていきたいです。マクスは私にとって恋人であり、友達であり、大切な家族のような人です。どんな時も心から信頼しています。これからも彼と一緒に笑って、泣いて成長していきたいです。皆さんこんにちは。金子です。今日はドイツ人の彼氏についてお話しします。私の彼氏はドイツ人で、名前はマクスです。
マクスは28歳でベルリンの近くで生まれました。今は日本に住んでいて、外国語の先生をしています。彼はとても優しくて、真面目で、そして面白い人です。私にとってとても大切な存在です。マクスは背が高く、約180センチメートルあります。体は細くて引き締まっています。毎朝ジョギングをしたり、ジムで筋トレをしたりして健康に気をつけています。髪は金髪で、目は澄んだ青色です。初めて会った時、その目がとても綺麗ですぐに惹かれました。笑った時の表情がとても柔らかくて、私はその笑顔を見るたびに心が温かくなります。私たちは3年前に知り合いました。きっかけは友人の紹介でした。最初は英語で話していましたが、マクスは日本語を勉強していたので、少しずつ日本語で会話をするようになりました。私もドイツ語を少し習い始めて、お互いの言葉を教え合いました。そのおかげで、今では簡単なドイツ語の会話もできるようになりました。私たちは一緒にいるとき、いろいろなことをします。マクスは日本の文化が大好きで、特に伝統的な行事や祭りに興味を持っています。夏には浴衣を着て花火大会に行きました。大きな花火が夜空に咲いてとても綺麗でした。たこ焼きやかき氷を食べながら手をつないで歩いた時間は私の宝物です。冬には京都へ旅行しました。金閣寺や清水寺を見て古い街並みを散歩しました。寒い日でしたが、一緒に熱いお茶を飲んだり、温泉に入ったりして、とても心が温まりました。旅先では、マクスはたくさん写真を撮ります。写真が趣味で、毎回新しいカメラを試しています。私たちは食べることも大好きです。マクスは寿司やラーメン、天ぷらが好きで、よく一緒に食べに行きます。最近は和菓子にも興味があって、抹茶のスイーツをよく買います。日本の食べ物は本当に美味しいねといつも言っています。私もドイツのパンやソーセージを教えてもらい、時々一緒に家で料理を作ります。マクスは料理が上手で、キッチンに立つ姿もかっこいいです。平日はお互い仕事が忙しいですが、夜に LINE でメッセージを送り合います。
時にはビデオ通話もして今日あったことを話します。マックスはいつも私の話をよく聞いてくれます。落ち込んだ時や疲れている時も優しい言葉で励ましてくれます。その度にこの人に出会えて本当に良かったと思います。休日はカフェに行ってコーヒーを飲んだり、公園を散歩したりします。マックスは走るのが好きなので、一緒にランニングをすることも増えました。旅行も私たちの大切な時間です。去年は北海道に行きました。雪がたくさん降っていて、真っ白な景色がとても綺麗でした。スキーをしたり、温泉に入ったりして、二人でゆっくり過ごしました。マックスは自然が好きなので、いつも次はどこに行こうかと計画を立てています。今年は沖縄に行きたいと思っています。私たちの関係は最初から順調だったわけではありません。お互いの文化や考え方の違いで、時々すれ違うこともありました。でも、何度も話し合って、お互いの気持ちを大切にしてきました。今では違いも含めて尊重し合えるようになりました。それがとても嬉しいです。将来のことも少しずつ話しています。マックスはこれからもずっと一緒にいたいと言ってくれます。私も同じ気持ちです。結婚のことや住む場所のことなど、まだ決めていないことも多いです。でも、二人でゆっくり考えていこうと思います。マックスと出会って、私の世界は広がりました。新しい言葉、新しい文化、新しい価値観を知ることができました。そして何よりも一緒にいる幸せを学びました。これからもたくさんの思い出を作り、支え合っていきたいです。マックスは私にとって恋人であり、友達であり、大切な家族のような人です。どんな時も心から信頼しています。これからも彼と一緒に笑って、泣いて成長していきたいです。